これ、見えますか？部屋から海すごい。と、向こうに見えるのが青森県大間。だいたい20キロから30キロ。これもう海が見えるホテルなんですね。真下が海。ただ、窓を開けたらドアが落ちるって書いてあるから、窓を開けるのは危険ですって出るんだよ、ここで。風が強いから。すごいじゃないですか、なんかこれ。だからもうタバコで臭いんで、タバコのヤニで、この部屋は。でも、ここを選んで去年から泊まってここにしてんだけど、まあ今日は随分ちょっと風強いんだけどね。海は波がちょっとまあ、なぎまでいかないけど穏やかではある。やっぱ寒いですか？風冷たい。で、朝攻め馬はすごい寒い。まあ、毎年そうですもんね。でも驚いた。これに、下インナー着て、これにジャンバーを着て、さらにそれに防寒服着て、やってたんだけど、昨日は。それでも参った。手袋をしてなかったから。手冷たいですもんね。で、他の人間はストーブつけてたよ。他の会社の人間。昨日は朝から寒かったけど、今日はあんまり風なかったんでね、函館はもう攻め馬も風だらけだから。あと天気はどうなんですか？良さそうですか？ずっと。天気はね、今日ようやく、まあいい晴れってことで、まあこのまま金曜日に少し曇りから雨のマークが多少出てるけど、降らないんじゃないかなってイメージは。で、土日、20度越すっていうことで、今日は今15、6度ぐらいなんだけど、まあ土曜日、土日は、日中22、3度予想で、行きますね。で、芝生はね、さっきちょっと芝生のとこ、半分歩いて、上から見てた感じと歩いた感じも、まあ俺去年が一番いいと思ってたんだけど、聞こえる？聞こえてます。ちょっとね、内側の方に少しまだ土が見えるところがあるんだけれど、かえってね、そこが硬くて、走りやすい時計が出やすいのかな。さすがに、去年言ったように自生してる芝生、じゃあ、でも、追い隠せないからね、新しくできないんで、ある程度のところで妥協しなくちゃいけないけど、まあ、高速馬場であることは間違いなさそうだね。まあ、やっぱり、コース形態とかそういうことを踏まえたら、やっぱり、逃げ先行馬という競馬ですかね。まあ、間違いないね、開幕はね。開幕は拉致についた馬が強いってことで。何かいい新馬とかいます？目立った新馬とかいますか？新馬？まあっていうか、そうだな。今週変えたい新馬っていうのは、千里が土曜日だったっけな。千里土曜日です。桜、千里と1000メートルがあるんだけど、千里でね、まあ、大新ドラゴンっていうのが、佐々木大輔か。はい。これと、北村のアイルドフルールミッキーアリの子。まあ、ここら辺ちょっと買ってみたいなっていう気がするけどね。大新は結構良さげなんでね。ビッグアーサーの子。まあ、あとはその枠順とかスタートっていうのがあるけど、スタートがちょっとね、わかんないんでね。まだ。そうです。まあ、ゲートの速さとかっていうのは、なんかこれからちょっと見て分かってくる。まあ、なんとか、これらはもうとっくにゲートやっちゃって多分あれだったんだけど、他の今週使ってる馬でゲートやってる馬とかはまあ見てるけど、まあ今週の馬はちょっとゲート見らんなかったんで、まあなんとも言えないけど、まあそれはわかんねえや。なところだね、千里の芝に関しては、新馬に関してはね。今週は、函館スプリントですけれど、
有力馬の追い切りとか見てて、何か、うん。これ良かったぞとか、いや、追い切り良かったっていうのはね、本当に俺が自分で100点あげたいなっていうのは、あの、単内が乗ってきたカルプ、なんだっけな。カルピス、うん、カルピスこれは、はい、そう、うん、シュバルグランな。これは、去年からも見てるから、で、結構、この後も意外とあちこち使いに行ってるから、比較しやすかったんだけれど、これは去年と比べても体の作りがちょっと一回り良くなったなっていう感じだし、前々から、体の数字っていうのは現れなかったけど、輸送しないで滞在だとやっぱり体をふくらはぎしてたんだよね、去年。はい。で、あっちこっちに、輸送あって、輸送競馬してると、まあ、大きく減るってことはなかったけれど、イメージ的には、やっぱりいまいち、その馬体の作りはいまいちだったかなっていう風な気持ちで見てたんだけれどね。で今はすごくいいんだよ。もうこれ、あと、まあ他もいいんだけれど、特に強調した、これは良かったなっていう風な感じを受けてる。あとはね、今常に見てるやつでは、ポットベイダー。あ、モトベイダー、はい。これはもう見から見て、俺大好きなので結構馬券の相性もいいんだけど、また再び芝生に戻してきたんだけど、確かね、ポットベイダーはね、これが、前々回だったかな。カペラの時だったかな。明らかに仕上がり不足っていうかな、太めの体で、そっからなかなか、えいい状態に持っていくことが難しいなと思ってたんだけど、で、美穂で、先々週は半路、その前コースでやった時に、随分軽くなったななんてコースで見た時にね、思ってたんだけど、やっぱこっちに来て馬いいね。うん、これも、北海道デビューの馬だから、まあ、その辺馬も分かってるのかもわかんない。これは変化はあるね。うん。まあ、もともと芝でも走ってた馬ですまあ、しね。そうだよね。芝でもダーツでもいいんだけど、芝で、へ決定的なスピードを、もう本当に持ってるスピードっていうのが、やっぱり重賞級じゃ足んなかった馬だから、まあ、ダートにここで変えたら、やっぱりダートでは味が出してから、本当はダートのが、出世できる馬ではあることは間違いないけど、まあ、体調の良さと、まあな、洋芝っていうもうフレーズはもういらないんだけどな、実は。もう、洋芝だから時計かかるなんていうのはもう昭和の時代の話で、昭和ではないけどね。まあ今年多分1分7秒切るような競馬になっちゃうんだろうと思う。両馬場なら。あ、まあ両馬場だと思う。ちょっと函館スプリントで多分みんなが気になるっていうのは、何が逃げる、どっちが逃げるのかっていうことなんじゃないか。インビシブルと、ピューロマジックと。でもピュールの方でね、が早い。どっちが早いですか？いやいや、どっちが普通に行かせりゃピューロの方が全然早いけど、そうですよね。はい。インビシブルは今回ブリンカー外すから、この間ブリンカー効きすぎちゃってるから、でね、インビシブルは、長期を見てて、もう、90点以上、文句なし。で、ピューロマジックも全然文句ないけど、やっぱり、抑えが効かんな。うん、一生懸命北村が乗っかって、前に馬を置いて、後ろにケツにペンツにくっつけようとしても、やっぱり馬行く気で、最後まで、最後の最後にようやく馬体を外に馬のケツから離したらぐるんとくるんだけどな。これが競馬で刺して生きるようだったら、面白いんだけど、インビシブルは、気持ちはやっぱり2番手は嫌だっていうこと。うん。花に行きたい。だけど、やり合う風になるかどうか。これ、でももし、ピューロが早くて行っちゃったら2番手っていうか仕方がないで折り合う。で、ピューロは、北村はどうせかかるでしょうっていうとこなんだけど、だっこの馬にたらもう、関してはこの馬に関しては分からんな。もう抑えて、一回、結構いい足を使ってたんだけど、また近頃暴走傾向に入ってきちゃったしな。だからもう言うセリフは一緒だよ。
枠順次第でしょうって言うけど、うん。これは、正直、多分、何が何でも花に行けっていう指示は両方とも出せないから、旧車関係も。うん。これは、まあ、多分出方を見てってお互いにそういうふうに言ってるし、まあ、そういうふうになるんだろうな。これは本心だと思う。けど、二頭とも買いたくない。なんとも言えないんだよ。本当に、拉致についた馬は強いから。そうですよだからね。枠内側引いて、出ちゃえば、ゴールの何メートルか前までは花にいるよ。どっちかにしろ。うん。それが函館だ、開幕の。そうですね。枠がやっぱり大きいですもんね。この枠でかい。スプリングステーまあ、クスは。外と内と、もしこの2頭が離れて入った場合は、外の方はやっぱり一歩引くでしょ。2番手で折り合いつけるか、馬の後ろに入るか、それとも外に並んでの並走の形になるか。この辺は、面白いっていうかね、考えない。考えたってしょうがねえもん。ということは、こんなとこ馬券勝ちダメだよ。いや、一応、いや、軽何を買いたいのかによるけどね。ホットベイダーなんかだと、先ほどもさっき言ったように、ポットベイダーはちょっと面白いんだけど、結構これも早いしね。ただ、ワンペース型だから、そこからもう一伸びっちのが上がるかどうかっていうので、本当に1分6秒での決着にはまずなると思うから、まあなあ、その辺だよな。まあ、穴目。カルブスペシャル。で、レイピアっていうのは俺がずっとこのとこ押してる馬なんだけど、そうですね。まあ、悪くはねえなっていう感じなんだけどな。これもどっちかって言ったら、早い時計じゃない方がいいんだよね。ちょっと時計かかった方がいいタイプ。これはね。以前だったら、その洋芝だからいいよって言えるけども、今は関係ないしな。これが馬場が傷んでくる4週目、5週目ぐらいだったら、そういうふうな感じになるけど、今週だけに限れば、まあ、早い時計で走れそうで、ポジション取れて、外差しはまずちょっと決まらないと見てるから、やっぱりね、内から4頭目、まあ、拉致から馬を並べて、要するに2枠4番ぐらいまでは芝生を飼ってるんだよ。色が違うんだよ。で、まあ歩いてても違うんだけど、芝丈が。で、そっから外は、もうずーっと、芝生伸びっぱなしって言い方おかしい。まあ飼ってることは飼ってるけど、全然芝丈が違う。そこは競馬界にも確認してるんだけど、そこは、あんまり、レースでは使わないでしょうっていうところらしいんだよね。確かにみんな内に入るから、内に入るから、そんなにはそこは使わない。直線でも、だから直線でそこに追い込んでくる馬は多分伸びきれない。明らかに違うから。だから、内拉致の方、まあ、1頭目、2頭目、3頭目分ぐらいまでは、全然もう芝の色も違うし、長さも芝丈の長さも違うから、内側を走んなきゃまず無理だね。まあ、今年の函館記念は頭数がフルゲート割れしちゃったら珍しいんだけど、スプリントは。まあ、それでもやっぱり3番手、要するに競馬の新聞のマークで数字のマークでよると4番手、5番手っていうところぐらいまでが1着、2着の可能性じゃないかな。そうですね。6、7、8とかぐらいだとちょっともう厳しいかなっていう。ただ、さっき言った可能性としては、まあ、頭数が、いわゆる、スプリントは3頭か。はい、今のところ13頭。そうだね。予定よりも随分、まあ、少ないから、縦長になったら、後ろからでも、インが開かないことはないかもしれない。開くケースがあるかもしれない。その辺で、あっと驚くツッコミっていうのも、あるかどうか。まあ、北海道に来ていいことは、宝塚なんだ、関西弁知らねえよって言うけど、一応こいつらはみんな、ここに、北海道に来てるやつはみんな見てるから簡単に、俺が思ってるだけの、なんて言うんだろう、
点数、調教体調の良さの、体調云々の点数だけを簡単に言ってみるわ。まあ、はい、じゃあ、インビシブルが、まあ、90点以上。はい。で、ウィングレイテストもね、具合は悪くないんだよ。ただ、もう勢いがちょっと感じられないんでね。まあ、きついこと言えば80点かな。馬の勢いでね。体調悪くない。80はね、いいね。80は具合はいいわ。落ち着いてる珍しく。これ滞在っていう、気候がいいっていうのがあるかもわかんない。これ好調子、90点以上。で、カルプスペシャルは、もう個人的にはもう100点に近い。で、グラスペディアっていうのは、これは俺も結構、向こうの重賞でも本命とかしてて、馬券も買ってたものなんだけど、で、初めて生で見て、ちょっとイメージ違ったんだよ。気象が若すぎる。で、上手な競馬ができない。今のところ。もうまだ4歳なのに、まだ、そんな、4歳でな、確か。気持ちがもう前に行き過ぎちゃってるな。これは、ハイペースになると飲み込まれるで危ないタイプ。具合はね、まあ悪いとは思わんけど、イメージがちょっと、俺としてイメージはちょっと下降。まあ80点。それから、スタールビントスっていうのはあんまりよくわからん。はい、まあ、調教の感じは悪くなかったよ、全然。全然 OK だなって。で、具合いいと思う。ジョーメドバンは良かったな。これもね、北海道でも何年も見てきてるけど、随分体がいい、シャープになってるなと思って、これで、軽さが出てるんだよね。だからこれは上がり目があるね。90点以上だと思う。ダノンは、まあ、知らん。知らねえのもいるんだ。ピューロはもう、90点ぐらい上げてもいいと思う。ストベイザーも90点以上ね。モズナスターも具合はいいね。これは。今90点ぐらいで。ルシードもまず、へこんでないね。ちょっと結構、休ませずにずっと、あれだったらどうかなと思ったけど、これ北海道は合うのかもわかんないね。で、レイピアは、一回見たのかな。まあ、ちょっとね、B だな、評価は。こんな感じ。なるほど。そこまで強調は、レイピアが多分おそらく一番人気だからレイピアは、もう、俺も、バーってメンバー最初に、こういう登録メンバー見て、もう考えねえで本命だと思ってたんだけど、なんか俺からすると、悪いいいじゃなく、インパクトの問題。もうちょっと、軽く動いてほしい。こういう馬なのかな若干パワータイプなのかもわからんな、やっぱり。そっち系に動いてるからね、軽さ、瞬発力とか軽快さってんじゃなく、ダイナミックさになっちゃってるから、どうだろう。いい感じで。まあ、進めるんだったら、まだ本命どうするかっていうところ、ちょっと今考えてるんだけれど、カルプスペシャルっていうのは結構いいなっていうのだけが、まあ、今年の北海道最初の感じではこれだね。まあ、なんとなくもうじゃあ、ここから馬券は入ろうかなっていう感じですかね。まあ、馬券買うんならこれにしようかなっていうところ、1000人難しいんでね、なかなか1008とか2000とかだったら意外と、あれだったけどね。なんだろう、何があったかな。まあ、そんなとこだな。わかりました。宝塚系はどうしましょうか。なんか喋りますか。レガレイラ。いや、いらねえよ。レガレイラ調子よかったら、もう馬場どうなんかわかんないんだって。調子よかったです。いや、馬場どうなんだって話よ。もう全然わかんないけど、向こうは梅雨時期でどうなってんのか。どうですか。あんまり良くはないのかな。馬場が悪かったら、本当に、いや、これは馬場ひどいなったら名称になっちゃうんだけどな。名称と、なんだったっけな、道悪が良さげなのは、いたな。かなり道悪上手だっていうのだけは覚えてるんだけど、名称と、道悪はプラスだぞっていうのは、意外とダノンがね、大丈夫なんだよ。
ダノンでさえる。うん。そう。あとは、まあ、そうだろう。このくらいかな。1割が大丈夫だっていうのは。まあ、マイユニバースも下手ではないとは思うね。でも、メジャーマイルも意外とうまいんだよな、多分な。そうか、三国インスパイアか。これだ。道割は上手だぞ。っていうか、もう、両場があったら全く足んないけどね。道割だったらちょっと出道割で終わ番ありそうでれるんだったら、このね、変が3とかつかもかな。まあ、ここまで、俺の、あれじゃないよ。聞いた知識に任せるよ。わかりました。ギャって驚かない。両方があったらまあ足んないだろうけど、道割なら、結構このアドマイヤマーズは、三国か。うん。で足りるよ。道割になったら出番が出てくるかもしれない。他の馬が走れない分。っていう感じだな。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬サベロー。函館はまたこの後の札幌なんかと違って、馬が間近で見られるし、まあ、ゲートも角馬も近いし、まあ、のどなりの馬は関西馬で2頭いたかな。チェックはしてるけど、場面は忘れちゃった。チェックはしてるけど。まあ、今年は意外とみんな、それで頭数も結構入ってから、関西馬のが30頭ぐらい多いかな。500、両方合わせて500後半ぐらいいるから。まあまあ、いきなり、頭数は、まあ揃ったなっていうところはあるね。ですよね。見てて、なんか、東京ドームの V とか見たり、まあ、いただいた時計なんか見ても、結構やってるなってイメージですけど。うん。結構やってるね、北海道。もう暑いからもう向こうで使うの嫌なんじゃない？そうです。逆に今日、美穂は今日、あっという間に馬がいなくなりました。もうなんか。そう。さっき今日も、もう今日もこっちは50頭ぐらいだったのかな、木曜日は。もうだいぶ昨日ほとんどやって、まだ1週目だからね。来たばっかりとか今週使わないやつでやってねえから。うん。また来週以降はまた入れ替わりも、増えて、妙法立東から来る馬も多くなるだろうし、まあ、早めに入ってて、使わない馬がまだ300ぐらい残ってんだから稽古だけやっといて。だから来週あたりをまだ結構頭数は、フルゲートのレースっていうのが多いかもわかんないね。まあ、未勝利のダート、1000メートルって、まあ、芝の線にはもう相変わらず除外だけど、その辺でもダートでも結構除外が出てるんでね。数的には揃うし。だから馬券の配当面のことで言えば、まあ、高配当がたくさん出そうな気がするね。手出したら痛い目に遭うよ。いや、ちょっと今週じゃあちょっと、柳川さんの予想を注目させてもらいます。それで何か。まあ、注目しなくてもいいよ。いや、北海道のもちょっと馬券を買おうかなと思った時にちょっと見させてもらって。俺、今週ね、やけによかった。多分ね、横山和夫ってのは稽古ですごく乗っかってるんだよ。関西も行ってるし、でね、ちょっとね、俺が結構いいの、まあ人気になってたんだけどね、1年ぶりのモンローウォークか ?500 万条件の一生。どこだったっけな、八雲特別か。これは日曜日の旧暦か。印がついてるけど、これモンローウォークっていうのは、これレベルがあるな。これも初めて、去年なんか新潟でデビューしたんだっけ？そうですね、モンローウォーク。新潟デビューで勝った馬で、まあ、馬体重だけ見ちゃうと430キロで、あれだったけどね、もう体つきは、どうなんだろう。まあ、できすぎてるっていう言い方おかしいけど、非常にいい感じで仕上がってる。フォームがいいな、動きがいい。ちょっとレベルありそうだな、これは。まあ、いきなりからっていうところですね、いや、もう、一生クラスのレベルではないね。結構ここね、結構いいのいたよ。もうほとんど関西だけど。初めて見る馬だけど、これはなんていうの、そのクラスだったら全然上だなっていうのが何頭か見っけたけど、今、名前目の前にない。それはちょっと、ちゃんと印を打ってもらえれば。印、間違いなかったら打つよ。
収集打ってもらえば、こっちは僕もチェックして、俺ちょいちょい、馬券参加させてもらおうかなと。みんな多分注目してるかもわかんない。来週、ソダシの下がデビューああ、はい。するんだけど、はい昨日芝で本番が追い切ったけど、まあ、今の馬場、両馬場で行けばだよ。両馬場で行けば印はつけない。つけない。はい。つけない。あうん、あんまりそんな感じで。感触が良くないんですか？いや、馬は立派だけど、砂寄りだね、明らかに。砂寄り。ダート馬って感じですか？うんもろダート馬って感じですかね。だからもう、芝の、もろダート馬ってか、瞬発力がない。そうだから、注目はされるだろうけど、まあ、芝生の速い時計で走れるっていうことは、多分ないんじゃないかなという気がする。まあ、来週もう一回、まあずっとあれだったけど、コンババの動きなんか見てても、芝生は残念ながら厳しいかな、というふうに見たね。うん。まあちょっと、いっぱい乗ってまあ、だからそうだし、丸があって、この兄弟足毛の牝馬も、俺、間近でずっと見てきてるけど、残念ながらちょっとスピード的には落ちるね。馬は悪くないよ。もう本当に普通の、フォームで、キャンターやってる時なんかは。速いとこ行ったら残念ながら味がないっていうかな、今のところだな。なるほど。まあ、俺が間違ってたっていうのかもしれないけど、まあ、そんな感じを受けたっていうところだね、今のところはね。わかりました。まあ人気は絶対人気になる馬なので。いや、どうだろうな。意外とに、お客さんの人気はね、はい。意外と、こっちに来てる、見てる人間は意外といい評価はしないかもしれない。なるほど。そんな感じをしました。はい。ということで、大したあれじゃなかったな。いや、もう、十分です。まあ、函館スプリントと、あと、アワードスプリントも当たりがないよ。ガ塚記念はもう、まあ、当然の、先ほど言った三国インスパイアがもし雨降って。まあ、本当に悪い馬場だよ。そうです。まあ、ちょっとね、天気予報見たら。本当に悪い馬場だったら、名称と三国。で、まあ、ダノンも、まあ、実は有力馬も、クロワとか、ミュージックあたりも、全くダメってことはない。全くダメってことはないんだけど、他の名称とかなんとかの方が、よりいいからね。チャンスが出てくる。両方だったら多分チャンスがなかったろうと思うけど、道あれでチャンスが出てくる馬ってのはなんとか出てくるだろうけど。まあ、そんなとこな。はい。競馬のその時なんなきゃわかんねえもんな、馬場は。まあ、よその馬場なんか当たんねえよ。そうです。大体そうですが、こんだけ雨降って両馬場だった時ありますので、宝塚記念も予想がありますので、こちらの方も、すいません。お願いします。まあ、冷やかしにな。両馬場予想でやるよ。両馬場予想で。天気はちょっと、雨は 50% って感じなので、ちょっと本当にわからない状況です。雨降ってて、先週の阪神やっぱり良すぎたもんな。だから、めちゃくちゃ早いから、どんなもんなのか、土曜日雨降った時に悪い時に使ったからつって、そんなに時計が5秒も6秒もかかっちゃうのかどうか。まあ、それわからん。だからあくまでも目安だ。目安だったら、クロワードノールとか、ミュージックの、前なんたらのサンデーレーシングの馬がやっぱり主力になるしね。レガレイラもそうか。そうですね。3本の矢か。その辺が両馬場だったら、当然いいとこになるんだろうけど。まあ、その辺だよ、印は。はい、わかりました。はい。こんな感じだ。はい、承知しました。まあ、体には気をつけて、ちょっと向こうが寒いと聞いているので、ちょっと厚めの格好。あと、熊に気をつけてください。ああ、熊か。はい。まあな。こっちはいねえわ。函館もなんか出てるって了解。聞いてたんですけど。
OK。はい。じゃあ今日はこの辺にします。じゃあこれで終わりにしましょうか。はいよー。大丈夫です。もうしばらくやらなくていいだろう。重症があるときとか何か。重症もなんもねえし。なんか、いい新馬がいたのとか、特に。なんか、2歳馬のやっぱ情報が欲しいっていう方が多いので、もし、つなげるタイミングがあったら。情報あったらしょうがないよ。はい。まあ、ちょっともしかしたらタイミングでつなげてくださいってお願いするときあるかもしれませんけれど。もうねえけどよ、あれだよ。なんだった。これが来るかどうかと。用意どんだけは。用意どん。はい。タイムマークの用意どんだけは買わなきゃダメだろ。はい。これが来れば来週からもやるかわかんねえ。西のオールワンか。土曜の1レース。はい。土曜の西のオールワンですね。これが。用意どんの競馬だからな。はい。相手3、4とで済んだんだけどな。まあ、印つけるわ、その辺に。わかりました。うん。じゃあ、西のオールワンが来たら来週からもじゃあ動画続けてください。だから来ればやるよ。来なかったら、俺はしばらくレアルがないから。わかりました。はいよ。こんな感じだ。はい、わかりました。はい、じゃあ、はい、お疲れ。はい、失礼します。来ちゃっていいか？来ちゃってください。はい。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は宝塚記念の出走馬ジャッジでした。いかがでしたでしょうか？今回の宝塚記念は本当に豪華なメンバーが集まっていて、私自身レースをとても楽しみにしています。そんな中、私は美穂でレガレーラを管理する木村哲也調教師に取材させていただきました。レガレーラのことだけではなく、この間新馬戦を勝ちましたフィリオソラレのことなど合わせて合計40分も取材を受けていただきました。本当にそういう風に考えて馬を作られていらっしゃるんだっていう風にすごく感動しました。今一生懸命原稿を書いています。デイリースポーツのネットで、配信させていただきますので、今後皆さんぜひチェックしてみてください。そして私の師匠柳永さんの競馬予想とコレマが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。金の盾もらえて嬉しいですなんかこの間先週なんか犬に盾やってましたよね。ちょっと私びっくりしました。エンディングクビになったのかなと思いました